世界中のトッププロが集うポーカー界の聖地トリトン1。去年のメインイベント1000人を超える猛者たちの中で掴み取った世界16位。あの悔しさから半年、再びこの地に降り立ちました。初戦のサイドイベントジェネシス、優勝賞金は1億円。前半はラッキーも重なり絶好調で順位を進めるも、後半にかけてチップを失い、あと3人で入賞という土壇場での敗退。現実は甘くない。悔しさを胸に本日からはいよいよ本番。参加費125万円、優勝賞金は2億5000万円を超えるトリトン1メインイベントに参戦していきます。ジさん、今日がメインイベントの日ですね。トリトンメインイベントの日が来ました。参加費125万円、優勝賞金は2億円ですね。いや、夢ある大会ですよね。そうなんですよ。そしてですね、前回のねトーナメ残り3人というところでインマネできなかったじゃないですか。そうですね。この後ですね、高熱が出まして昨日まで寝込んでおりました。昨日体力は回復したんですけど、一応予備日を1日持ったということで、実はね昨日からメインイベント始まってるんですよ。今日がメインイベントの A、B、C とあって、今日が B の日ですね。僕はねこの B から参戦していきたいということで今会場に到着したんですけども、まだね体調万全じゃないということでレイトレジストでの参戦でございます。1日ねちょっと10時間プレイするとぶり返しちゃうかなと思ったのでレイトレジストでの参戦にしました。今日はねレベル15まで生き残ればデイ2に進出できるということなので、それを目指して、ね、頑張ります。バイン完了です。一発目のジェネシスの時みたいにプレミア祭りが来てくれれば。そうなんですよね。テーブル20、シート5っすね。お、でかいじゃないですか。メインはでかいんですね。でかっ。前回メインしか見てないんで、だからこの前ジェネシスのやつでちょっと小ぶりになったねとか言ってた。そう欲しいっすねこれ。いや一応ねこうバインしたということで僕にもチャンスはあります。そうですね、はい、頑張っていきましょう。見ましたよ。見た？しっかりと収めましたよ。ファーストハンドストフラからスタートということでトリプルアップしました。ちょっとびっくりしました。リバーの2のダイヤストフラじゃんと思って。しかも相手にストレートがいたんでチョップになる可能性があったのを全部まくって、もう向こう BB だったんでターンのチェックレイズ46まであるかなとか思ったんですけど、ショートスタックだしセカンドナッツでストフラドロー、降りれないスリーウェイということで最高です。乗ってない時はねキング5ハートにハートの方引かれて2人とも飛ぶっていうバージョンあるんですけど、乗ってます。今日はねレベル15まで戦うということで、僕はですね今日レベル10から参戦したので6レベルですね戦えば Day2 進出ということなので頑張ります。
怒涛の展開ですね。原点に戻りました。地獄っす。避けられないやつ来ました。きついっすね。フロップトップからターンで2ペア無理っす。あのスタック死ななかったということで気を取り直して頑張ります。なんか調子よくいけないもんかね。ポンポンポンと甘くないっすね。調子乗らないように気引き締めて頑張っていきます。ブラインド上がってですね、1万5000 12BB っすね。もうすぐオールインっていう感じですけど、思い切って入れていこう。これ最後の休憩ですね。今レベル12が終わって、あとレベル13、14、15と生き残れば明日デイ2ということで、首の皮1枚つながりましたね。耐えてよかったと思った。まあ、相手強かったんで 50-50 でしたけど、神に見放されなかったということで、あとね2回は勝たないと今日残れないんで頑張ります。まずは一発目おめでとうございますと言った方がいいですかね。ありがとうございます。結構悩みました。UTG からのレーズワンコール入ってなかったらちょっと降りようかなと思ったけど、ワンコール入ってたんでね、今40万点です。目指せ今日は100万点。もうワンダブルアップしないと残れないと思うこれで、あと3レベルありますんで、いつもと一緒なんですけど、倍に高い時のオールインはいつもよりやっぱグッとくるものがありますんで頑張ってください。125万円という目もくらむような参加費。チップは増減を繰り返し2時間の攻防の末に力尽きた。飛びましたね。グッときました。マックスレイトレジストで入ってプッシュしに来たんでね、しょうがないと思います。また明日ですね。なんか食べに行こう。美味しいもの食べて元気出しましょうよ。確かに。残り2レベだったんですけどね。今日残ってもね、まだインマネじゃないんですよ。トリトン1は 20% ぐらい今日残れるっていうことだったんですけど、ある程度ねチップ持ってデイ2に進みたかったっていうところなんですけど、それは叶わずということで明日にかけましょう。明日になったら元気にオールインをすると、運がね傾いてくれるように願いましょう。結局ですね、カジノ内の中華料理屋さんみたいなとこがやってたんで、そこに来て明日の終わりに勝てるようにステーキ頼みました。力蓄えるのはいいことですよ。体調もやっぱ良くないんでね、食べないとね元気も出ないんで。元気ないっすよだけじゃ俺今回のメインといい最初だけ大喜びできるんですけどね。そうね、まあしょうがない、そういうゲームですよ。肉うまそうだけ。いい色合いで面白いですよね。チャーハンもありました。あとブロッコリーガーリックも頼んだんだよね。いただきます。うまい。今日レベル10から出たわけでしょ。明日はレベル6ぐらいから出ようかなと思います。コンディションの方はどうですか？大丈夫です。絶好調ですか？一応ロキソニン飲んでます。まあ念のためってやつですね。はい、念のため。はい。どうですか？今日のいけそうな感覚とかあるじゃないですか。今日ですか？怖い今日飛んだら明日の飛行機で日本帰ろうかな。今回来て体調崩してて中4日間寝込んでたっていうのはあるんですけど、ジェネシスとで昨日のメインイベントとで今日メインイベント3発ですね。こいつを出します。 BPT で手に入れたポーカー専用靴下っす。はい、
100万単位のトーナメントってでかいじゃないですか。金額帯によっての思いって違ったりするんですか？っていうか人生が変わるんで、思いを買ってトーナメントに出てるわけなんでね。今日でトーナメント3本目じゃないですか。この3発で300万っす。かなりの金額ですよ。怖いんですよ、だから。確かに。だからビビらず行くと。よし、行きましょう。ということでね、会場に到着しました。気合い入れて頑張りましょう。間髪入れず2回目のエントリー。だが勝負の世界は残酷だ。席についてわずか数分、瞬きをする間にさらに125万円が溶けていく。合計250万円。手元に残ったのは虚無感だけだった。デさん終わりましたね。声が出ない我々のトリトンは終了っすね。ダメージでかいですか？単純にめちゃくちゃお金減ってるんで。そうですね、はい、なんかさ、レッドドラゴン走って4位とかで終わったじゃないですか。この次のレッドドラゴンで今回は優勝を目指していこうって言って意気込んでる時はさ、ボコボコにされたじゃん。あれもひどかったですね。今回もそういう感じで、常にトーナメントってバインする前はいけるって思ってるんで、確か飛ぶと思ってやってないですもんね。はい、そんな時悲しいと。一応まだバインはできますけど、メイン C ラストレベルですよ、バインができる。あと残り40分。どうですか、気持ち的には？我々のトリトンはまだ来た。終わったんですよ。諦めちゃいますか？これ取ったらレジェンドですよ。よし、決めたんですか？明日帰るのか、今から向かうのか。帰ろうか、会場へ。引くという選択肢はない。3度目サイドイベントを合わせて通算420万円のエントリー費。これが最後のチャンス。背水の陣で挑むこの一戦が地獄への片道切符になるか、それとも逆転劇の序章になるのか。皆様応援よろしくお願いします。今年2026年は ASPT からスタートして、そこでね、優勝トロフィーをゲットして、このトリトン1が2026年は2大会目ということなんですけど、食らってますね。いろんな大会行くじゃないですか。ASPT 行ったり、トリトン1に行ったり、WPT 行ったり、EPT 行ったり。やっぱね、安いトーナメントに出てる時はね、安いトーナメントばっか出やがってっていう風にも言われるんですけど、ポーカーはね、ボクシングみたいなもんなんですよ。やっぱ12ラウンドあって、ストレートばっか打ち続けてたらカウンター食らうんですよ。これ今トリトン1でストレートを今打ってる最中なんですよ。ASPT はね、ジャブなんですよ。ジャブもめちゃくちゃ大切だと。そこを大切にできないプレイヤーはダメです。大きなトーナメントも小さなトーナメントも同じように大切に、それがやっぱ僕のスタイル。それで20年間残ってきたわけですから、高いトーナメントでね、ストレートとかフックを打ち続けてたら死にます。思い切ったパンチはカウンター食らうんでね。その分跳ね返りも大事ですからね。それを今ちょっと食らってる最中です行きましょう。第一関門突破しました。一旦ね、とりあえずリエントリーしてよかったですけどね、全然まだまだアベレージもないんでダブルアップしなきゃいけないんですけど、一番難しい第一関門突破できたということで。ということですね、今最後の休憩になったんですけども、レートプッシュが成功したということで、この休憩後ですね、あと3レベル生き残れば Day1 を突破できるということなんですけど、今ですね、スタックが、ダブルアップはしたもののアベレージの半分ということで、あと1回ですね、ダブルアップできるように頑張ります。やばいんだよな、引き続き。今日ね、生き残ってもインマネじゃないっていう感じなんで、Day2 残りたいなっていう思いもありますけど、ベストプレーを心がけて思い切りいきましょう。本日ラストレベル、ここが鬼門なんですよ。昨日もこのラストレベルで飛んで厳しいね。耐えたー、マジででかい。残り25分ですね。事故らないように。ラストレベルで飛びたくないんだよね。飛ぶなら早めにっていう。最後残り20分頑張ってください。頑張ります。
トリトンワンメインイベントデイ1突破しました。おめでとうございます。よかった。マジで嬉しい。戻ってきてよかったね。3度目の正直でしたね。辛い一日を乗り越えたな。なんかトリトンのバッグすごいしっかりしてるということで、よかったねたけちゃん。3回目来てよかったです、本当に。ありがとうございます皆さん。やったね。おめでとうございます。で、明日はね、デイ2が12時からということで、今日はですね、もう夜中の1時を回っておりますので、今からですね、シャワーを浴びて、たくさん寝てですね、明日に備えたいと思います。係数向かって頑張りましょう。イエス。メインイベントは4日間に及ぶ長い戦い。デイ1を突破し、戦いの舞台はデイ2へ。朝を迎えることができましたね。トリトンワンメインイベントデイ2の日でございます。トータル1230人で、残りプレイヤー240人ですね。優勝は2億円オーバーということで、まずはですね、ミニマムインマネを目指していきたいというところなんですけど、インマネまで残り55人、アベレージ128万で僕74万点なので、アベ下ではあるんですけど、とりあえずはね、そのミニマムインマネ200万ぐらいあると思います。そこを目指してね、頑張ります。応援よろしくお願いします。皆さん夢のある2億ですからね。今日はですね、多分残り16人、セミファイナルぐらいまではやると思いますんで、ホテルも航空券もまだ取ってないという状況で、残り16人まで残ってホテルを取って延泊しよう。ちょうど1ブラインド終わって残りあと5人でインマネっていうところまでになりましたね。お、残り4人になった。喋ってる間に1時間で40人ぐらい飛ぶんですね。そうね、大変ですね。これは今アベレージの半分。どうですか J さん的に残れるかどうかのパーセンテージ的に言えば。残り4人ですか。まあ 85% 残れるんで。おー、ゼロは200万でしょ。いやそうですよ。耐えますよ。手元のチップはアベレージを下回る厳しい状況。一歩間違えば即脱落。絶え間なく押し寄せるプレッシャーの中、研ぎ澄まされた感覚だけを頼りに一人また一人と削り取られていくプレイヤーの面々。そしてついにその瞬間が訪れた。インザマニー。まずは最低限のノルマ入賞を果たした。しかし狙うのはその先、頂点の2億5000万。チャンスは突然訪れた。手元に配られたのは最強の一角、キングス。チップを増やす絶好の好機。すると相手からはオールイン要求。迷いなく全チップを前へと押し出す。だが冷酷な運命はそれを嘲笑うかのように残酷な回答を用意していた。相手のハンドはエーシーズ。勝率はわずか 20%。祈るように見つめるボードに奇跡のキングが舞い降りることはありませんでした。プレミアハンドがさらに上の最強に飲み込まれる。それがポーカーの神様が与えた結末でした。運命みたいなのを感じてしまったんですね。キング好きでオールインと言われた瞬間舞い上がってしまった。そしたらエーシーズというね魔物が出てきました。しょうがないかなと思います。運命でした。今回トリトマン来てジェネシスとメインイベント2つのトーナメントに参加して、ジェネシスは今まで残り3人というところで飛んで、メインイベントですね無事に2大会連続のインマネをできることができました。最後ね正直悔しいです。またね夢を見れましたということで、今後もねまた1年間通してトーナメント僕は出続けてるわけなんですけど、いろんなね大会一つ一つをね大事にしながら頑張っていきたいと思います。とりあえず12,800ドル獲得ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。お土産買いますか。トリトンのね。はい。 Do you have a black t-shirt like a simple one? Yes, we have it. これお土産で買って帰ります。皆さん喜んでいただけたら嬉しいです。今回も M ホールデムで JSOL カップを開催させていただきます。1位の方には今回ゲットしたトリトン T シャツ、
開催日は2026年3月30日夜8時から。参加方法は JSOL 公式インスタグラムのストーリーズに部屋番号を記載しています。ぜひチェックよろしくお願いします。そして開催時間に M ホールデムを開いて部屋番号を入力したらトーナメント開始です。トリトン T シャツ争奪戦楽しんでくれたら嬉しいです。なんで？トリトン1メインイベントの壁はどこまでも高く、そして険しかった。入賞という結果を残しながらも胸に残るのは勝利への渇望とあと一歩届かなかった虚しさだけ。チップは全て失ったが情熱がついえることはない。次なる戦いの舞台へぜひチャンネル登録をして応援してくれたら嬉しいです。オールイン勝負する？俺は勝負だ。みんなでポーカー M ホールデム